こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日はコスパがめちゃめちゃ高いゲーミングノート PC レノボ ROG15 AHP10 をレビューします。この製品は最新グラフィックス GeForce RTX 5060ラップトップ GPU を搭載していながら16万円台という安さで購入することができる点が特徴です。今までいくつか GeForce RTX 5060ラップトップを搭載したゲーミングノート PC をレビューしてきましたが、いずれも20万円を超す製品ばかりでした。それらと比較するとこの製品の安さが際立つと思います。メモリを 32GB、SSD を 1TB へ持った構成でも18万円台と安いです。最近のゲームはメモリ消費も多くストレージ容量も大きいので、このくらいの構成で購入してもいいと思います。なお、今回は Ryzen 7 250、GeForce RTX 5060ラップトップ、16GB メモリ ×1、512GB SSD という構成でレビューします。まず、外観を見てみます。ゲーミングノート PC といえば、キラキラした見た目を想像する方もいるかもしれませんが、本製品は割とシンプルなデザインです。キーボードバックライトもホワイトのバックライトで、レインボーに光らせるようなことはできません。ボディは樹脂製なのでそこまで高級感はありませんが、安っぽくは見えません。ボディカラーはルナグレーとなっており、触っても指紋などが目立たないので実用的です。背面に出っ張りがあって高さもややあるところがゲーミングノート PC らしいですが、このくらいの厚さがあった方が放熱性が良くなり動作が安定し、表面温度も熱くなりにくいのでいいと思います。ポート類はご覧の通りです。 USB-C が右側面のこの位置にあるのはちょっと残念です。 USB-C 機器を接続するとマウスを使う時に邪魔になります。左側面には何もポート類がないので、右側面にあるポートは全て左側面に持っていってもよかったです。背面には HDMI や LAN ポートがあります。 HDMI は 2.1 なので 4K60Hz での出力をサポートしています。重量は約 2.4kg とやや重いですが、 AC アダプターは薄型でカバンに入れやすいです。ディスプレイは 1920×1080 と昔ながらの解像度です。画面比は16対9です。最近は画面比が16対10のものが流行っていますが、この画面比だとゲームによっては左右の映像が映らなくなってしまいます。16対9はゲームをするには安心の解像度です。色域も 100%sRGB と広めなのでゲーム映像が綺麗です。画像編集や動画編集などのクリエイティブワークにも使用することができるでしょう。ただゲーミングノート PC にしては残像が多いです。視点移動が速いゲームはやや気になるかもしれません。ここは安いゲーミングノート PC なので妥協しましょう。続いて CPU 性能を確認します。 CPU には全4世代の Ryzen 7 250を搭載しています。デフォルト TDP は 28W となっており、そこまで高くありません。本製品はレギオンスペースというソフトから動作モードを変更することができます。ここではデフォルトのバランスと高いパフォーマンスが出るパフォーマンスのモードでシネベンチ2024を計測しました。マルチコアのスコアはご覧の通りで低いスコアではありませんが、ゲーミングノート PC としては高いスコアでもありません。次はグラフィックス性能を見てみます。本製品は GeForce RTX 5060ラップトップ GPU を搭載しており、最大グラフィックスパワーは 115W に設定されていました。高めの設定値です。 3D マークスチールノマドのスコアはご覧の通りです。パフォーマンスモードにした場合、 GeForce RTX 5060ラップトップ GPU は従来世代の GeForce RTX 4060ラップトップと比べて約 14% スコアが向上していました。また従来世代の GeForce RTX 4070ラップトップとほぼ同じくらいのスコアが出ていました。マルチフレーム生成にも対応しているので、ゲームによっては大きくフレームレートを伸ばすこともできます。次は実際のゲームのベンチマークスコアを確認してみます。まずはモンスターハンターワイルズのベンチマークスコアを掲載します。モンハンワイルズはフレーム生成を使わなくても高設定であれば 60fps の平均フレームレートを超えていました。またフレーム生成をオンにすればウルトラ設定でも 88fps と高い平均フレームレートが出ていました。モンハンワイルズも快適にプレイすることができるでしょう。
続いてはサイバーパンク2077のベンチマークスコアを掲載します。ウルトラ設定であれば 99fps と高い平均フレームレートでした。レートレーシングオーバードライブの設定にすると 38fps とだいぶフレームレートが落ち込みますが、マルチフレーム生成を有効にし 4x に設定すると 124fps まで平均フレームレートが伸びました。このくらいのフレームレートがあれば快適にゲームができます。次はフォートナイトをプレイし、平均フレームレートを計測した結果を掲載します。なお通常マッチのバトルロワイヤルソロをプレイし、3位以内に入った時の平均フレームレートを掲載しています。ベンチマークやリプレイでの計測ではないので、計測するたびにばらつきが出てしまいますが、より実際のプレイに近いフレームレートになります。ダイレクト X12 のレンダリングモードだと低設定で平均が 146fps、 1% フレームレートが 80fps でした。筆者のようなカジュアルゲーマーであれば十分快適にプレイできるフレームレートです。パフォーマンスモードの場合は平均フレームレートがやや上がります。ただ CPU 性能がそこまで高くないこともあり、思ったほどフレームレートは伸びませんでした。今回 16GB メモリが1枚のモデルで検証していますが、メモリを2枚にしてみたらどうなるでしょう。ここでは2枚の 8GB のメモリへ交換した時のパフォーマンスをチェックしてみます。モンハンワイルズの場合、メモリを2枚にした時の方が 5% ですがフレームレートが上がりました。フォートナイトについても 8% ほどフレームレートが上がりました。またクリエイティブワークについては動画の書き出しは約 15%、 ロー現像については約 20% も時間が短縮されました。1枚のメモリでも16万円台のゲーミングノート PC としては十分なパフォーマンスは出ていますが、メモリを2枚にすることでさらにパフォーマンスが向上します。特にクリエイティブワークの用途で使用する方はメモリは2枚にすることをお勧めします。カスタマイズ画面から 16GB×2 のメモリへ変更することができますし、自分で増設できるなら 16GB×1 のモデルを買っておいて後からメモリを追加してもいいと思います。ただしパーツの交換増設については自己責任でお願いします。キーボードはキートップが湾曲しており、キーピッチも広く、ノート PC としてはキーストロークも十分あり、比較的打ちやすいと感じます。ただ半角全角と円マークがやや小さい点は少し残念でした。 N キーロールオーバーに対応しているとか、メカニカルキーボードを採用しているとか、そういったゲーミング PC らしい特徴はありません。ただゲーム中でもキーボード表面はそれほど熱くならないので、不快感なくプレイすることができました。最後に PC 内部を見ていきます。底面カバーの爪はやや固めです。この製品についてはオープナーを横に差し込むのではなく縦にはめ込んだ方が爪が外れやすいです。内部はご覧のようになっています。冷却ファンは2つ、ヒートパイプは3本で背面からのみ排気します。ゲーミングノート PC としては標準的な冷却機構だと思います。メモリスロットは2つです。 SSD はタイプ2242の M.2SSD が搭載されています。空いているタイプ2280の M.2 スロットもあるので自己責任となりますが、増設することも可能です。以上がレノボ ROG15 AHP10 のレビューでした。 GeForce RTX 5060ラップトップ GPU を搭載していながら16万円台で購入することができるコストパフォーマンスの高いゲーミングノート PC です。ディスプレイの色域も広めなのでクリエイティブワークにも使えます。ただし初期構成だとメモリがシングルチャンネルなのでご注意ください。何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。最後に当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。